What's up guys? Moody Explorers の椿です。今回はですね、ISO と F 値とシャッタースピードについて解説をしていきたいと思います。で、何なのそれって話になってくると思うんですけど、ざっくり言うとですね、明るさを調整する機能のことですね。といっても、それぞれに特徴があるので、こんな感じで分けて説明をしていきたいと思います。この内容についてはですね、写真を撮るにあたって、必ず覚えておいた方がいい箇所になってくるので、この機会に覚えてもらえればなと思います。ではまず ISO について話をしていきたいと思います。冒頭でも言ったんですけど、ISO をいじることによって明るさを調整することができます。で、この ISO のですね、特徴を言うとですね、これもちょっとざっくり簡単に言わせてもらうんですけど、で、ちょっと表を見ながらね、ちょっと聞いてほしいんですけど、ISO を低く設定すると暗くはなるんですけど画質は良くなります。で、逆にISO が高い状態、ISO を上げると明るくはなるんですけど、ちょっと画質が劣化してノイズが乗ってきたりします。でもですね、夜とか暗い場所とかになってくると、どうしても ISO を上げて明るさをね、稼がないといけないシーンとかがね、あるんですけど、ただ先ほども言ったように、この ISO をガッて上げすぎると画質が劣化してしまうので、ちょうどいいところのですね、バランスを取りながら設定する必要性があります。はい、次 F 値の話なんですけど、F 値もですね、ISO と同様にこれをいじることによって明るさを調整することができます。あとはですね、この数値をいじることによってボケ感っていうのを調整することもできます。で、その中で F 値を開放だったり F 値を絞るっていう言い方だったりをするので、それについてね、ちょっと解説をしていきたいと思います。F 値を開放っていう言葉から説明していくんですけど、F 値を開放するということはですね、数値を一番小さくするということです。こんな感じで、レンズの羽がですね、全開バーって開いてることのことを言うんですけど、それによって対象物にですね、視線をこうやって集めることができます。ここがくっきり見えて、その他のところはボケているっていう状態のことですね。逆にですね、絞るっていう言葉なんですけど、F 値を絞るということは、その値を一番大きくするっていうことになってくるんですけど、これを説明すると、さっきと逆で、このレンズの羽がですね、グーって締まった状態のことを言います。この数字がですね、大きければ大きいほど暗くはなるんですけど、全体にピントが合うようになります。なので、風景撮影だったりとかですね、全体にピントを合わせたいシーンの時に、この F 値をですね、グッと絞ることが多いですね。最後にですね、シャッタースピードの話に入っていきます。シャッタースピードというのはですね、シャッターの閉じる速度のことです。このシャッタースピードを調整することによって、ブレた写真だったりとか、この対象物をビタ止めした写真とかですね、を撮れたりするわけなんですけど、シャッタースピードもですね、一番遅くて確か30秒ですね。30秒その先はバルブっていう設定になってくるんですけど、一番速いのが8000分の1とかまで確か行くはずです。これもですね、明るさをね、調整するのに関わってくるんですけど、遅くすればするほど明るくはなるんですけど、ブレちゃうっていう感じですね。で、これをシャッタースピード速くどんどんしていくと、ブレない写真が撮れる。車だったり、この走ってる人を撮る際にですね、シャッタースピードを上げておけば、もうブレない、ビタッて止まった写真が撮れるというわけですね。はい、いかがだったでしょうか。今回もね、かなりね、簡潔にスピーディーにちょっと説明をしたので、ハテナマークがね、出てる人も多いかと思うんですけど、僕もですね、この設定3つの機能を使って、写真のこの明るさだったり見せ方をですね、シーンに分けて調整をしてるんですけど、とはいってもですね、オートモードっていうのもあるので、それを先に使って練習して、そこからマニュアルで撮っていく方向性にステップアップしていけばいいんじゃないかなと思いますので、ぜひね、皆さん練習をしてみてください。今回の動画もためになったと思った方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。
Instagram もやってますので、ぜひフォローの方をよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。See you next time! バイバイ。